こんにちは。型を使わずに可愛いパンを焼きたいということで、本日カステラサンド、材料はこちらでございます。では早速やってまいりましょう。今日の生地は牛乳を入れた生地にしてみようかなと思っていて、牛乳で作るとすっごい綺麗な色に焼けるんですよね。だから今日はちょっと牛乳で作っていこうと思います。では粉に塩をしっかりと混ぜまして、先ほどの牛乳を加えていきます。今日はちょっとね温めてみましたね。気温25度ぐらいやったかな。でもまだねタンクトップで過ごしてるどうみんな家の中でやけどね、なんか暑くてね、そんな感じですけれども、で今日はねちょいごねパン、最近ハマってるんですよね。こねないパンとこねるパンのちょうど真ん中ぐらいのちょいごねでやっていこうと思いますね。で、型ですね。今日のポイント、型を使わないということで、私を悩ませてるのがスクエア型。みんな悩んでなかったらごめん、もうこの話聞き流してもらったらいいねんけど私を悩ませてるのがスクエア型やねんね。結構ねすぐ出てくる。先生たち好きなんかな、スクエア型が。お菓子作りにしてもパン作りにしても、日本の動画でも海外の動画でも出てきがちなスクエア型なんだけど、私持ってないということでなんだけど、今日はどうにかしたいなと思ってやっていきます。使う道具はね、ボウル、ヘラ、オーブン、そしてパンマット、それぐらいかな。他ねなんか出てきたらちょっとあれやけど、そんな感じでやっていこうと思いますね。じゃあこれぐらいで適当で全然大丈夫なんですけど、だいたいまとまったなぐらいで手を洗ってきましてですね、ここからは手でこねていきたいと思います。まずバターをなじませたいということで、なんかねなんていうの、塊になってるとずっとそれ塊になっちゃうんでバカの説明塊になってると塊になっちゃうんで、ちょっと広げながら中に入れていく感じで、とにかく馴染めばいいということで3分ですね。今日はね3分混ぜたらいいと思います。でやっていく。この状態になるとね、なんかもうあれ大丈夫かなって思ってくるけど、もう何にも考えず今日は3分いきますね。そうすると特にね何かこう綺麗になってくるとかそういうことはないんだけど、もうこれでよしとします。ちょっと表面をきれいにしまして置いていくっていう感じですね。こねないパンもねすごくもう本当にほったらかしにしててもね美味しくできるから、こねなくていいやんって思うんだけど、この作業は楽しいのでおばさんこの作業楽しくて好きなのでちょっとねこねますね。では15分待ちまして、こっからはね任意になりますが、こうやって叩く、表面を叩いて中に入れていく。でこれをね1分ぐらいやります。でなんで任意かって言ったら、これね私ちょっといろいろやってみてんけど、正直ね私ぐらいのレベルの一般市民にとってはさ味に影響が全然なかったのよ。だから貝原優さんは多分わかると思うんだけど、私たちみたいな一般市民レベルではなかなかねその味に影響はない。ただじゃあなんでやるかって言ったら、やっぱり表面がすごく綺麗に出来上がるし、成形する時とか今からも焼いていく時とかもなんか表面がねつるってしてた方が気持ちがいい。もうただそれだけ
のために今日はやりましたね。これで張りが出たんじゃないでしょうか。でまたきれいにして、これでね今日はおしまいですね。あとは2倍に膨らます。なので半分に寄せまして、ここまでいった時が2倍だなっていう目安を見ますね。高さがこれぐらいになったらいいなっていうのを覚えておく。これね今覚えててもだいたい何分か経ったら忘れちゃうからしっかりと覚えておく。だいたいこの生地がついてたとこぐらいね。はい、では待っていきます。最近暑いからね、だいたい1時間ぐらいですね。いいんじゃないでしょうか。これ季節によったりね、気温によったりで違うと思うんで、とにかく2倍まで膨らましまして出来上がりですね。でね、ここでしっかりとガス抜きっていうんですかね、やった方がこれもねシワシワにならずにいい感じにできるので、任意ですが基本もう任意よ、全部決まりなんてないんだからね。好きにやったらいいんだけど、はい、できました。じゃあ今日は型がなくても可愛いパン、まずね4分割しますね。でしっかり計量してきました。1個あたりだいたい 114g かな。でね、計量すると出来上がりがやっぱりいろいろ下手くそでも最終的に綺麗に見える。大きさが全部同じっていうのはやっぱりね綺麗に見えるんだよね。なのでしっかりと計量して丸めまして、またですねちょっと置いていきます。この15分置くっていうのは任意じゃなくて置いた方がいいと思うどっちやねんってこれはやった方がいいと思う。やっぱりここでね伸ばしていくんだけど、この時に伸ばしやすいね、やっぱ15分待つ方がね。でここにどうしてもなんかこう生地が溜まってくるから、なるべく外側に行くように広げていくっていうのと、ごめん綿棒使ってるね別に今日道具縛りしてたわけじゃないけど、ごめん綿棒もいりますね。綿棒もあった方がいいかなと。そして巻いていく。今日はだいたい縦に20センチぐらい伸ばしたけど、横はね適当で大丈夫。とにかく縦に20センチ長方形に伸ばすイメージで伸ばす。でね、ちょっと先にやっておりました。で最終的にこれを全部つなげたいんだけど、膨らむから生地がこうやって縦にね、なんとなくこうなるかなっていうイメージで置いていく。ちょっとね説明が分かりにくすぎたと思うんでごめんね自分でも分かってる。ちょっともう一回やらせて。まず縦に20センチ、そして長方形に伸ばしたいので、四角くそうですね伸ばしていく。で真ん中に生地が溜まりすぎないようにして、あとは適当にくるくる巻いていく。で閉じ目をしっかり閉じていくですね。端っこの方もね、ちょっと閉じまして、で長さをね、4つ今日作ったけど全部同じにする方がねやっぱり綺麗だと思うので、ちょっと微調整しまして、閉じ目を下にして置いていく。でね、どれぐらいかな、指1本分ぐらいですかね。あんまり詰めておくとモリモリモリっとなっちゃうんでね、こんな感じで完成でございますね。これでね可愛く焼けますので、ちょっと信じられへんと思うけど
大丈夫、可愛くできますんで。でオーブン熱しておきますね。でね、ここねちょっとね開いちゃって、これはちょっと開いちゃってる。この時に二次発酵の終わったこの時に一応ね全部がちょっとくっついてるかなぐらいがいい塩梅だと思いますね。では最後牛乳を塗っていきます。今日はツヤっとさせたいんだけど、卵を塗るとちょっとねうちのオーブンだと焦げやすいっていうのと、今卵をこのために割りたくないっていうこのためだけに卵1個っていう気持ちがちょっとあるんで、牛乳を塗って焼いていきます。最後の5分ぐらいですね、アルミホイルをかけました。いかがでしょうか。ちょっとね今分かりにくいと思うけど、これねちょっと待っててこれ実は今日カステラも焼いてるからこれ挟むと可愛いから見といてほしいねんけど、カステラね今焼いたやつね、実はミキサーなしで作れるっていうのを見まして、別に今日その道具持ってない縛りしてるわけじゃないんだけど、グリとグラのカステラのレシピでなんか昔やったよね卵普通に割られへんのかいっていう話やけどごめんね。でそのグリとグラのカステラのレシピを見てた時にハンドミキサーがなくてもカステラが作れますっていうのを見たから、今日ちょっと初めてなんだけど、あとお菓子作り私すごく下手なんだけど挑戦してみようかなと思って今やっています。できたできるんだから。でこっちは後で使います。でこの卵白をね冷凍させるんだって。そうするとハンドミキサーなしでできるらしい、のでとりあえずやってきました。冷やした卵白、過ぎた原白やっていきましょう。でねこの状態全部なんかシャーベット状に凍らしたらいいっていう人と表面だけ凍らしたらいいっていう2つの派閥があったんだけど、とりあえずこんぐらいになりまして、でこれがもったりするまで混ぜるということでした。ただ卵白ってもったり最初からしてるよねなんならいろんなものの中で卵白って割ともったりしてる方じゃない、もともととかなんとか言って混ぜてたら逆にシャバシャバになってきてもうよくわからない状態になったので、とりあえずこれでよしとしまして、本来であればもったりしてきたら砂糖を3回に分けて入れていく、で入れ終わりましたら角が立つまで混ぜるですね。メレンゲにしていくってことですね。なんだけどもうちょっと手痛なってんねんけどこれ今5分経ったんですけどこれただ混ぜてるだけじゃないの。ごめん、普段から作らへんからちょっと分からへんねんけど、これってなんかその冷凍した卵白で作る裏技的な感じじゃなくて、もうただ今これ力技でいっただけじゃないのって本当はね3分でできるらしいねんけど、角が立つっていうね、今全然立たへんかったよね。でなんかもうよしとしてるけど今あれなのよ、もう8分ぐらいで、最終的に混ぜて、でもう角が立たないからもういいかこれであかんよしとしましょう完成じゃあ次いきますね。卵黄を加えましてしっかりと混ぜる。粉を
ふるって、で最後はさっくり混ぜる、ヘラでさっくり混ぜるっていうことをやったけどちょっと待ってね次に予熱したオーブンにっていうのが見えたからオーブン予熱してきますほんまはよ言うてよの予熱したオーブンやね。今やってピーピコピーピコやってきました。でさっくり混ぜるなんだけど、なんかねずっとね粉っぽい感じがしたので、もう結構ね今しっかり混ぜましたね。なんかいつまでも粉っぽい感じがすんねんけどね。じゃあまあこれでよしとしましょう。でね型に入れたらいいと思うんだけどスクエア型にね入れたらいいと思うんだけど、ちょっとね今日は挟むだけやし、なんか適当にごめん、ちょっとこの天板にオーブンシート敷いただけのやつだけど、これで焼きますね。ね、ここちょっと気になると思うけど、もうこれで気になると思うけどねこれで焼いていきます。15分焼いてみました。こんな感じになりましたね。すっごいいい匂いしてねんけど、ちょっと見てほしいねんけど、めっちゃ薄い薄薄テラやな薄テラ、焼けました。じゃあこれをね挟んでいきましょうなんかいろいろあったけど、ごめん、ちょっと完成を見てほしい。こちらになります。切れ端もね、これ明日の朝食べます。でね、すっごいいろいろあったけど、ちょっと見て、まずパンかわいいでしょ。裏こんな感じですね。で、そうこんなウステラ挟んでます。グリとグラ絶対こんな食べてへんけどただね、すごくいいでしょう。可愛いでしょう。このね型を使わずにできるんですよね。上手に焼けてると思います。いただきます。美味しいですね。いい感じにできました。今見えてる断面のところをこうスライスしていくと小さい食パンみたいにもなるし、食パン型がなくてもね、なんかそういう気分味わえたりするし、大きいままサンドイッチにしてもなんかね可愛い気がするよね。ちょっと違うかもしれんけどサブウェイ感出てね、なんかいいかなと思いますね。はい、ということで今日は型を使わずに可愛いパンということでカステラサンド作ってみましたが、いかがだったでしょうか。ここまでご視聴いただいた皆さん、いつも本当にお付き合いありがとうございます。お相手はおなおドーナツでございました。また見てね。バイバーイ。